DIY の電動工具はこれ。今回は丸ノコ名人と名前を付けてますけども、丸ノコで切る場合に一応これ定規とします。手作りの定規とかこういうのを使う場合に、丸ノコはこう持ってこう送りますけども、うまくないとこうずれますよね。どうしてもこう向こうに行くに従ってこう離れていったりとかしますよね。でそれをどうにかできないかというふうに考えました。で普通はこの定規を挟む形で丸ノコを乗せるというものがよくあるんですけども、今回考えたのはこういう考え方ですね。この状態、丸ノコと定規がこう密着した状態でずれないようにするためのガイドはできないかというふうに考えましたので、これがくっついていけば、これがこう密着して最後まで送ることができれば正確に切れますよね。で考えたのはこれです。こういうものを考えました。こうです。で丸ノコはここに入ります。でここは金具で留めるようになっています。ここは蝶ネジで固定ができます。でこちらも横はここで固定ができます。で前の部分は1箇所ネジで押さえるように作ってます。ちょっと見づらいですけども、ここなんですけども、ネジで押せるできちんと固定ができます。こういうふうにこういうふうに固定ができて簡単に取り外しができます。でこうですね、こう定規に丸ノコのベースが密着します。でこの状態で締めます。定規の幅はいろんな幅を使っていろんな幅が使えるようにしてますので、これでもうベースは動きません。でこのまま送るだけです。このまま送れば切れますので、ノコ刃の位置を合わせる必要もありません。丸ノコのベースと通常の切り方にこうですね、通常はこう切りますよね。この状態でこう押さえるものを作っているだけですので、この状態を補助するガイドですので、丸ノコと定規が密着していれば別に問題はありませんので、ノコ刃の修正はいりません。このまま使えます。ここで使っているものは以前動画で紹介しましたクランプ定規です。これは合板に L1 アルミのチャンネルを貼り付けたもので、これは以前紹介しました1個250円の中国製のクランプなんですけども、これをここに入れるだけでこうですね、これで固定ができますので、この定規を使うことができます。で定規の幅はいろいろ使えますので、これが一番幅広の頑丈なものですけども、これがホームセンターにあるアルミ金具ですね、L 字の金具を組み合わせるだけで作れる、ほぼ10分ぐらいでできますよね。簡単な丸ノコ定規です。これも使えます。この幅でも使えるようになってますので、簡単な、これもそうですね、これも紹介しましたけど、これも木だけで作ってますけども、ここに金具が入るようになってます。こうですね、この木だけで作って、これパイン修正皿 18mm ですけども、これも使えます。幅が狭いですけども、ここで調節ができますので、丸ノコとガイドを挟むだけのジグですので、こう送るだけですよね。でこのような丸ノコ定規をよく皆さん使ってますけども、まっすぐな板にガイドを貼り付けたものです。ベニヤ板を貼り付けたものですけども、これも使えます。幅は全く同じ理屈になってますので、幅がこうですね、こうです。
切れるところは全く一緒ですので、丸ノコがそのまま乗ってますので、このガイドも使えます。これでいいのはここですね。丸ノコがもう離れることがありませんので、前に押すだけなんですね。だから気を使わなくていいです。定規を軽く押さえて、定規だけぐっと押さえておけば、あとは前に送るだけです。離れることはありませんので、かなり滑りがいいので調節はできますね。ある程度ギュッと押さえつけると密着はしますけども、ちょっと渋くなりますし、軽く押さえつけますとゆるく動きますよね。スムーズにガタがないように。で使ってるうちにどうしてもこうすり減ってきたりしますけども、そういう時にもこれはベースと丸ノコと定規を密着させるジグですので、ギュッと締めれば丸ノコと定規が密着しますので、緩んだ場合でも別に関係はなく使うことができます。でこれ裏がこうなっていまして、裏から見るとこういう風になっています。これは定規ですね。でこれを取ります。ここの板でこの定規を挟んでいるのではないです。丸ノコのベースで挟むようになってますので、ここの板の面はベースより2ミリほど奥まっています。接触するのは丸ノコのベースです。ですのでこうですね、当たっているのは丸ノコのベースが当たるようにしています。ですのであくまでもこれは丸ノコのベースと定規を密着させる軸ですので、ここが当たってるわけではないです。ここは一番大事なところなんですけども、その方が精度が出ますので、作る時にも楽です。この方が。今回はこれは廃校機のこの DIY モデルコーデルスと有線との専用で作ってますので、2つともこのサイズで入ります。固定ができます。で他の丸ノコの場合はこの中に入るサイズを変更すればいいだけです。幅が広い場合には少し幅を広くするということですね。こちらの幅を広くするだけですので、これは日立時代の 147mm ですけども、ベースが120で全く一緒です。で入ります。固定ができます。前も止められますので、横もこのように金具で止めることができますので、後ろは余りますけども、こちらが余りますけど、これは別に問題ないですね。これも使うことができます。このままこのサイズで使うことができます。でこれはマキタの M565 ですけども、 M565 はベースの長さは入るんですけども、このネジが後ろ固定用の角度固定のネジと前の角度固定用のネジが少し出てますので、長さを長くするか書き取りを入れた方がいいですね。少し長さを長くする。で幅がこれ1センチ広いので、広くても大丈夫は大丈夫です。広くてもここが隙間が空くだけですので、このベースの横に定規が当たる軸ですので、少し1センチ空きますけども、ただ専用に作る場合はここの底板を1センチ延長した形で作れば固定することができます。これは京セラですね。ここだけ両尾にしてますけども、これは京セラブランドのものです。新型の DIY 用モデルなんですけども、これも前のこのガイドの部分ですね、ガイドの部分が少し長いので、このままではネジが後ろ側のネジが干渉しますので、少し1センチほど長くすれば入りますので、1センチ長くする形で作ればいいと思います。幅は12センチと一緒ですので、このまま幅は使えます。ではこちらは廃校機のプロ用のモデルなんですけども、こちらは前後が長いんですね。特に裏のネジが長いので、同じサイズでは当然入ります。これは長めに作っています。こうですね。このくらい。少し長めに作っています。このくらい違いますね。丸ノコが中に入るサイズに作ればいいだけのことなんですけども、丸ノコの固定はこのようになってこれ下側のベースです。でこう丸ノコを装着します。でここですね、ここにネジですね。ここに 6mm のネジを切ってますので、これ 6mm のステンキャップという、ヘキサゴンのネジ、何でも 6mm のものは何でもいい 6mm のネジです。でこうなりますね。で前の向きを
ここを締めることによって上に上がらなくなります。こちらは金具ですね。金具でこう留めています。はい、こうなってます。このパーツなんですけど、これ今回鉄で作りましたけど、鉄の金具を切って作ったんですけども、鉄はちょっと加工がしんどいというか、結構グラインダーで切りますので結構きついですよね。ですのでアルミの、これアルミです。アルミの5ミリの5ミリ厚のバーがありましたので、アルミの加工はまだ簡単でしたのでやりました。でアルミの場合ネジを切ってもアルミでもネジは効きましたので、アルミでもやることができます。これアルミです。使う材料はこういうものを使います。このようなものを使います。これがパイン集成材の18ミリ厚を切り出してます。でこれは4ミリ厚のシナベニヤなんですけども、ベースの底になりますね。これはもう見本を作ってやってるんですけども、裏側にシナベニヤを貼り付けますので、このようになります。形はこういう形になります。ではノブですね。ノブは2つ必要になります。で 8×M8 の 40mm の長さの六角ボルトが2本です。これとセットで使います。だと折り目ナット、これを受けるための折り目ナットが必要です。M8 で 13mm の長さのものが2個必要です。だと丸ノコを固定する金具としてこのような金具を使います。ミニ金具ニッケルメッキ5、サイズは5ですね。S5 と書いてますね。こういうシュモクザメのような金具がちょうど良かったので、今回これを使います。2つ必要になります。であと丸ノコの先を止める金具がいるんですけども、この金具を、厚めの金具を切って使うことにしましたので、これは何と書いてますか。特厚金織り 75mm と書いてますね。かなり厚い金具なんですけども、これがちょうど良かったのでこれを使います。ベースの部分の丸ノコのガードが入る部分ですね。丸ノコ刃が出る部分ですけど、これをジグソーで先にくり抜いておきます。でジグソーの刃が入るところに穴を開けて刃が入るようにしておきます。これ 10mm の木工用のビットです。4箇所ぐらい開けておきます。ジグソーで切り抜きますけど、このジグソーは以前紹介しましたホームセンターのコーナー製のオリジナルジグソーなんですけども、安いんですよね。3000円ぐらいでそこそこにというか直線が切れますので、いいジグソーだと思います。価格の割にはいいと思います。ではこのように切り抜きました。シナベニヤとパイン集成材を貼り付けます。こうかさ上げする形になるんですけども、こちらがレールに当たる、ガイドレールに当たる部分ですので、こちらはまっすぐなものを使います。ここだけ気をつけますね。でこちらは下がベニヤ板とパイン集成材が同じ面になるように気をつけます。こちらはレールに当たります。こちらは別に段差があっても別に構わないんですけども、レールに当たる方だけはきちんとやります。これを貼り付けます。ではこうですね、こうしてこう貼り付けます。もうすでに垂れてますけども、下の面だけきちんとしますので、こうですね。この下、こちらだけまっすぐですね。ガイドに当たりますので、例えばこのようなクランプを使う場合に下が当たりますので、重たいものを置いて乾燥を待ちます。とりあえず置いておきます。ではあとこちらですね。こちらも貼り付けます。形としてはこういう形になります。この切り書きは関係ないですけども、ですのでここですね。この幅、ここなんですけども、ここですね。この幅が
118なんです。120ではないです。118、2ミリ少ないんですね。ベースよりも2ミリ少ない状態で幅にしています。ベースより2ミリ少ない状態です。118ミリです。取り付けます。一応こちら側は揃えてやった方がいいので、揃えてこう入れます。スコヤで一応直角だけは見ておいた方がいいと思います。一応これでボンドでつけまして、直角だけを確認しておいて、そこそこでいいんですけども、別にこちらは別に段があっても裏側も段があっても別に構いません。重りを乗せます。はい、こんな感じで、これでこういうふうに固めておきます。これが見本品なんですけども、こういうふうに可動をするためのスリットを加工します。8ミリで8ミリのビットで加工します。こういう完成はこういう形になりますので、はい、で両面テープで当て板ですね、下に貫通しますので、両面テープで固定してやります。でストレートガイドをここで使いますので、この面とこの面を同じにしておきます。そうするとストレートガイドが使えますので、両面テープを貼っています。プランジトリマーを使って加工します。これはマキタのプランジベースなんですけども、プランジトリマーなんですけども、これは海外仕様なので、こちらは日本では売られていません。下は売られています。プランジベースですので。これを使うと非常に簡単なので、今回 18mm の板を貫通させますので、19mm ぐらい穴が欲しいんですけども、今これビット位置合わせが非常に簡単です。ビットは今下についている状態でここのスケールをゼロに持っていってます。開けまして、ここに挟みます。これ今挟んでます。今これちょうど挟んで、これが入る状態で、この状態でここを固定すると 18mm の深さの穴が大体掘れるようになって加工できるようになっています。で 18mm じゃなくて 19mm ですので、もう少しですよね。これ少し上げます。緩く少し1ミリほど入る状態ですので、ちょっと開けました。でこの状態でロックをします。ロックで固定します。でこれでビットは下ろすと 18mm、19mm まで降りるということになります。これがルーター、このプランジベースの非常に便利なところです。では加工をします。でこれはストレートガイドは微調整ができるストレートガイドで、これ自作のものです。こういう状態になっています。お披露目しますと微調整ができます。このように加工ができます。ここにこの金具を切って埋め込むんですけども、接着した後よりも本当は接着する前にやるところなんですね。私ちょっと順番間違えまして、この状態でやってますので、ちょっと
固定の仕方が変になってますけども、ここに金具を埋め込むための彫り込みを加工します。深さは 4.5 ミリほどありますので、R になっているところはのみで加工しますけども、このパーツが埋まるようにしますので、こうですね。でこのレールを挟む部分なんですけども、ここがレールを挟むことになります。でここはこのままでもいいんですけども、滑りを良くするためにここに飛び飛びにこう溝加工を入れていきます。でそれをすると滑りが切り子が入った時とかにもそこに入ってくれますので、滑りがいいのではないか、いいと思いますので、そういう加工をします。やってもやらなくてもいいんですけども、私は今回やります。トリマーテーブルで18ミリ幅で書き落としていきます。これ以前作ったトリマーテーブルのフェンスを外しているものです。マイターゲージですね。あられ組ができるマイターゲージです。これを使っています。もうこれはもう適当でいいので、もうこう目見当でやっていきます。ピッチはもう適当ですけども、こういう感じで溝をかけました。ではこのパーツをこうくっつけるんですけども、ネジ止めにするんですけども、先にボンドで固定して仮止めしておいてネジで固定します。その方がうまくいきますので。このまま直でいきます。この仮止めのつもりなので、ここですね。でこちらもこうですね。4ミリのベニヤでかさ上げしてますので、同じ厚みにしないとガタつきますよね。ガタつくのでこういうふうにします。この状態で少し15分ほど乾燥させます。振り止めができましたので固定していきます。とりあえず何でもいいですので、とりあえず挟み込むランプ等を置きまして、こう定規を置いてこう入れます。でこうですね、合わせまして現物合わせでいきますので、これでここにノブがこういうふうに入りますので、ここで直接合わせて取ります。位置は決めてますけども、左右は決めて真ん中に取りたいので、今ここ取りました。この真ん中に穴を開けます。実際にこう合わせてみまして、ここに丸のこを置いてみます。こう置きました。でここで金具ですね。でこの金具は丸のこを押さえるようにしますので、ちょうどいいところですねに固定ができるところ、ここはこの辺りでいいようですので、ここにやります。もう一箇所はこの辺りにします。これは好きなところでいいと思いますけども、5ミリの折り目ナットを埋め込みますので、5ミリの折り目ナットの下穴は7ミリとなってます。7ミリのドリルで穴を開けます。でドリルガイドを使いたいんですけども、7ミリはありませんので8ミリで代用します。こうですね。
でこちらは今取りました 1mm M8 で 13mm の折り目ナットなんですけども、これは下穴が 11mm から 11.5mm となっています。で私は 11.5mm も 11mm も持っていないので 12mm でいきます。こうです。もうフリーハンドでここはいきます。では折り目ナットを埋め込んでいきます。では丸のこの固定金具用の小さめの方ですね、5mm の方です。では丸のこのベースの先の方を留める固定する金具を作ります。これはホームセンターで分厚い金具ですね。特厚金織りと書いて特厚金織りと書いてますね。75mm と書いてます。すごい 4.5mm ありますので、これをグラインダースタンド、これ以前動画で紹介しましても非常に便利で助かってるんですけども、グラインダースタンドでやります。これはミニルーターとかではちょっと厚くてちょっと刃がすぐダメになりますので、グラインダースタンドで切ります。厚いんですけど多分大丈夫でしょうね。グラインダースタンドがあると非常に怖くなくなりますので非常に助かります。やります。それで角を取ってます。本来はこちら側で取りますけどかぶりますのでちょっとこういう感じで取ってます。先の方にタップを切りネジを切っておきます。ここにネジを入れてこのネジを回すことによって丸のこのベースを固定するようにしますので、この先だけですけどもちょっと面倒ですけどもやってしまいます。で穴があるところに置いてこの状態で加工しますので、仮に固定をしないとタップは切れないので固定をします。ミリでタップを切ります。ここですね。した方がうまくいきますので。ちょうど加工しましたこの金具ですね。ここです。ここに埋め込みます。で下穴を先に開けておいて、こう回り込みましたね。こうですね。ほぼ完成に近いんですけど、これでサンダーで表面の汚れを取っておきます。ほぼ完成しましたので、ここにノブをつけていきます。こうですね。でこれはもう 40mm の 8mm の六角ボルトです。こう入れてねじるだけなんですけども、ワッシャーはついているんですけども少し小さめなのでちょっと大きめのワッシャーの方が木ですから固定がきちんとできると思いますので、ワッシャーを置いてねじ止めします。こちらも同じように。こういう状態になりますね。このような状態になって、でここに使用するクランプが来ます。定規が入りますので、挟んだ状態で
でこの状態で丸のこが入ります。でここですね、こう入りまして前にくっつけます。でこちらも横にくっつけます。こちらでこう固定します。でこうですね、こう締め付けますね。グッと寄せ付けてここを締めます。でここの金具はここの金具ですね。これは 4mm の超ボルトですね。これは長さは 20mm になってますけども、これで締め付けます。ギュッと締め付けます。こちらですね、こちらも同じように金具をつけて超ボルトでこれでがっちりと固定ができます。で前ですね、前の部分ですね、ここで3点で止めます。ここにヘキサゴンボルトですね、これをステンキャップとも言いますけど、これであとは軽く押さえるだけでいいと思います。これで持ち上がりませんよね。はい、この3箇所で丸のこは固定します。でこういう状態ですね。今こうですね、ここを締めるとで丸のこと丸のこのベスト定規が密着してますので、こう動きますけども、こう遅れますね。これでほぼ完成ですね。ほぼ完成なんです。これ滑りを良くするためにさらにここですね、レールに当たるところとこの裏面にこういう滑ろうというのが商品で売られてます。これをするホームセンターに襖や障子などを滑らすための滑りを良くするためのローですね。ここに塗っておきます。するとさらに滑りが良くなりますので、ここですね。で裏側にこれは塗っても塗らなくてもいいんですけど、塗れば滑りが良くなります。これでかなり滑るようになったと思います。やはり先ほどよりも滑りはいいですね。かなり滑りは良くなりました。これをネジで丸のこを固定しました。これで完成ですね。こういう状態です。でレールのきつさはここで調節ができます。ここを少しもしこうガタついてくるようでしたらば少し締めればいいし、きつければ開ければいいしというので、ここで調節ができます。使っているうちにこう緩んできたりしますので。ではまず最初に丸のこの間隔のガイドを作ります。丸のこというのはこのような丸のこ定規、このような丸のこ定規を作っている方はもう当然分かっていると思いますけども、ベースが当たる面と切れる位置はこのくらい、丸のこによって違いますけども、このように間隔がありますね。でその丸のこだけの間隔がありますので、それを先に間隔を作っておきます。こうしないと切る線を見つけることができませんので、これはベニヤ板ですね。これほど長くなくてもいいです。ですけども、長い板を切る場合には長い距離あった方が測るのが簡単ですので、これはもう92センチぐらいありますけども、これは 4mm のシナベニヤですけども、これを使ってます。片面はまっすぐに切れたものを必ず使ってます。まっすぐ切った頃をこう合わせますよね。合わせて、今回は下にこれ合板を置いてますけども、少し出します。合板は切りませんので、ベニヤを切りますので、大体9センチぐらいの幅になってますので、これはクランプで留めることはできますので、クランプで留めておきます。こうですね。
これはクランプ定規ですので、これ作り方は動画で紹介しています。ほど難しくなくできて頑丈ですので、こうですね、これでこう挟み込みます。定規をクランプで固定しています。動きません。でここは合板からだいたい 8.5 ミリのところに今置いています。定規の端があります。ノコ刃が定規から90センチ、90ミリのところに来ますので、85ぐらいあればこれを切らずに済みますので85ミリにしています。で両面テープを軽く貼ってます。両面テープを剥がしました。でここに貼り付けます。密着させて、これがガイドになりますので、感覚の動かないようにこうやります。初めだけなんですけども、これで切ります。これでこのガイドを使って合わせます。でこう合わせておきます。ピタッと合わせておきます。ガタがないかどうかを確認します。ガタがないように設定しました。で今回のものはこちらにこちらは4ミリ分浮いてますので、こう傾きますので、力はここだけですね。ここだけベースの通常の切り方でここだけにやっていかないと傾きます。ちょっと怖い場合には端材があれば端材を挟んでおけば傾くことはありません。同じ高さになりますので、これで切ります。でこれがガイドになりますので、刃をそうですね、4ミリです。6ミリほど出して切っていきます。でこれは前回動画で紹介しましたけども、6ミリのは簡単に出せますので、こう出しました。しっかり間違えます。刃は10ミリです。刃は10ミリですが、もう一度切ります。2枚になってますので、すみません。刃は10ミリです。もう一度切ります。今これ切りました。これがこの丸のこの幅になります。定規が当たる面を矢印できちんと書いておきます。分からなくなりますので、型番を書いておきます。ガイドを貼り付けたままです。でこの状態で切れるところはここということが分かります。でこれで何でもいいんですけども、たまたまこういうのがありましたので、ここですね。ここですね。このライン。ここが切れるとこですよ。ここが切れる線ですので、ここにこう線を引きますとこうなります。ここでも測ることができます。このガイドを使うときにはここでやれば位置合わせができます。後ろにもつければいいですので、後ろ側も同じようになります。そうですね。後ろはここになります。後ろにも線を入れました。ここで墨線を合わせることができます。でこれで外します。はい、これでこの専用のガイドができました。この幅で墨線を取ることができます。1センチほど立ち落としています。これは合板です。コンパネですけども、91センチですねの幅があります。一応当たりを取ります。こうですね、当たりを取ります。で先ほど作ったガイドを合わせますよね。ここで合わせます。でこちらも合わせます。で先ほどの定規です。これを合わせます。今位置合わせはこのガイドでやりましたけども、これですね、直接先ほど取ったこの当たりで取ることもできます。こうですね、前はここですので、ここで合ってますよね。この線で切れますので、後ろも同じように合わせれば、手前側は後ろで合わせて、前はこちら側で合わせるとこの位置で切れますので、これでこの定規を使う場合はこれで合わすこともできます。ガイドを使ったのはガイドを使うやり方は先ほどやったままですね。これで合わせるとこちらも早くできます。ノコ刃はコンパネの厚みが12ミリ、ガイドの厚さが4ミリありますので、底板が16プラス3ミリぐらい下に出すとなると19ミリから20ミリ。今回20ミリが分かりやすい20ミリであります。
こういうふうにできました。はい、これで。でもこうどこを持ってもいいんですけども、これでいけますね。はい。もう押さえつけて前に押すだけですので簡単ですね。片手でもいけます。はい、でこのようにきれいに加工ができます。取ってます。それでは今度はさらに薄く2ミリほどに切ります。非常に簡単です。両手を使う必要もないぐらいですよね。片手でいきますので、もう押すだけですので。はい、もう2ミリですね。もう簡単に切れます。もう非常に楽です。有線の丸ノコに交換しました。で、通常の丸ノコ定規ですね。よく皆さんが使っている形の定規ですけども、これもこの幅が合うと使えますので、これは最高の幅がこの状態で、今回作ったものは約90ミリの幅まで使えるようにしてますので、広くなりますので、こうですね。でこれであと位置合わせはもうこの定規の通りですよね。墨線の通りに位置合わせをします。でこれも私の作ったものはクランプが入るようになってるんですけども、簡単に切ることはできますね。はい、まっすぐにもう簡単に切ることができます。ではこの以前紹介した作り方を紹介したこのアルミのチャンネルを組み合わせただけで作れる簡単なクランプなんですけども、これも使えるようにしてますので、これでやってみます。で位置合わせはこれでやります。位置合わせ墨線を取りました。ガイドですね。で定規が幅が狭いですので、ここを緩めてこうですね。もうこれでギュッと締めます。こちらもベースと定規を挟むだけですので、もうこれでガタはないですね。こういうふうにこうですね。簡単にもう非常に危なくなく使えますので、非常に楽になります。先ほどは合板でしたけども、今度はパイン集成材の縦引きをする時でも小さめのこういうガイドありますよ。このガイドを使ってできますので、これで位置合わせをします。これはこの専用の幅になってますので、1センチほど立ち落とします。こうですね。でここに合わせてますので、こうですね。もうこれでこちら側を手で少し余裕があって、ここで手で押さえることができます。丸ノコをこちらにくっつけながら押すということはもうやらなくて構いませんので、もう丸ノコを押さえて前に押すだけですので、もう逃げませんので、もう楽ですよね。こちらを軽く押さえてるだけですので。では切ります。こうですね。はい、こういうふうに切る。もう楽ですね。怖くないです。
逃げませんので、ただ本当に前に押すだけなのでうまく切れます。キックバックもあまり怖くないですね。本体が重たくなってますので怖くないですよね。これはプロ用ですね。廃校機のプロ用のモデルにつけたものです。 C36D6DAS（SK） ですね。これはもう切れ味がいいですので、もうこれはこれはもうすごいいいですね。もう気持ちいいですね。もうスパーンと切れてます。フリーハンドで切るよりも私は綺麗に切れるようになりましたね。これいい、自分で作っておきながらいいと思います。では今回はこの丸ノコ定規に取り付けて使う丸ノコガイドベースですねを作りました。丸ノコ名人というふうに名前を付けてしまいましたけども、今回は廃校機と廃校機のこの DIY 用モデルの2種類、有線とコードレスの2種類を基本としてやりました。で他のものにもサイズを変えれば作れることができますので、非常に作り方は簡単ですので難しくないと思います。精度もほとんど必要ありませんので、これで丸ノコは随分私は使いやすくなりました。気楽に使えるようになりましたので、次回は前回紹介しました次回はこのブレードツールのこの大きなクランプですね。このクランプバーとこのオレンジのいつも使っているオレンジのクランプですね。このクランプに使えるようにします。でこのままでも使えないことはないんですけども、こちらは使えません。グレードツールはこのままでは使えませんので、あとマキタの M565 と廃校機のものが両方入るように互換性があるように作ります。今回はこの丸ノコガイドベース、丸ノコ名人の紹介でした。ありがとうございました。